こんにちは、ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに Kindle 出版で30冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があればフォローやコメントなどお待ちしています。さて、今日のテーマはですね、マラソン型のゆる人生戦略というテーマでお話ししようと思います。皆さんは日々の生活の中で今日も全力で頑張らなきゃとか、もっと成果を出さなきゃって自分を限界まで追い込んでしまっていませんか？実は僕も会社員時代はまさにそのタイプで、毎日100% の力を出し切ろうと必死になっていました。でも今振り返ってミニマリストとして生きている僕の結論からお伝えしてしまうと、毎日 100% の力で走り続けようとするのは、途中でぽっきりと心が折れて燃え尽きるための最短ルートなんですよね。特に僕たちのような周りの刺激を受けやすい HSP や内向型の人にとって、あえて7割くらいの力で緩く続けることは、この変化の激しい社会を長く生き延びるための立派な生存戦略なんです。今回はそんな僕たちが消耗せずに自分のペースで長く走り続けるためのマラソン型の生き方についてじっくりお話ししていきますね。まず最初のポイントとして 100% の全力疾走はものすごくコスパが悪いというお話です。世の中の多くの会社や職場では当たり前のように毎日同じように 100% の高いパフォーマンスを発揮することが求められますよね。でも僕たち人間って決して24時間同じ動きができる機械なんかじゃないので、日によって気分や体調に波があるのは当然のことなんです。それなのに、調子が悪い日や心がちょっと疲れている日にも、無理やり自分を奮い立たせて 100% を出そうとすると、一体どうなるでしょうか。集中力が切れて小さなミスが増えてしまいますし、その反動で翌日以降にどっと信じられないくらいの疲れが持ち越されてしまいます。つまり、短距離走のように一気に大切なエネルギーを消費してしまう働き方は、長期的に見るとめちゃくちゃ効率が悪くてコスパが悪いんですよね。そこで僕が今の生活に取り入れたのが、短距離走をやめて7割の力で淡々と走るというマラソン型の戦略です。具体的な日々の過ごし方は本当にシンプルなものです。例えば、朝パッと起きて、今日はなんだか体調がいいな、調子がいいなと思ったら、いつもより少しだけ長めに集中して働く。逆に、今日はちょっと頭が重いな、疲れてるなと感じたら、絶対に無理をせず、タスクを早めに切り上げてサクッと休む。これだけなんです。今の僕は YouTube やノートでの発信や Kindle 出版の印税、Uber Eats の配達員などを組み合わせて生計を立てています。以前の会社員のようなカチッとしたスケジュールではなく、自分の体調や心の波に逆らわない働き方に変えてから驚くほど収入もメンタルも安定するようになりました。これって世間一般のガツガツ働いている人から見れば一見するとただサボっているだけのように見えるかもしれません。でも僕にとってはこれはただの怠けや甘えではなくて、人生という長い長期戦を最後までハッピーに勝ち抜くための立派な戦略的サボりなんです。一度きりの人生、途中で燃え尽きてしまっては元も子もないですからね。もちろん、このゆる人生戦略を実際に実現するためには、それなりに必要な土台というものがあります。僕の場合はいつもお話ししている通り、月11万円あれば十分に豊かでご機嫌に暮らせるという圧倒的な生活コストの低さがその確固たる土台になっています。日々の生活費が高くて、毎月たくさんのお金を払わなきゃいけない状態だと、どうしてももっと稼がなきゃ、働かなきゃという強いプレッシャーに追われてしまいますよね。そうなると、嫌でも毎日 100% の力で全力疾走することを強いられてしまいます。でも僕のように生活コストを月11万円までミニマルに下げておけば、毎日7割くらいの緩い力で小走りしていても十分余裕で生きていけるなと心の中にものすごい余白が持てるんですよね。この心の余裕こそがさらに僕たちのメンタルを安定させて良い循環を生み出してくれます。というわけで今回はマラソン型のゆる人生戦略についてお話ししました。
もし今、毎日全力で頑張りすぎて、もう息切れしそうだなと疲れてしまっている人は、ぜひ今日からマラソン型の小走りを意識してみてください。短距離走のように一瞬だけ全速力で駆け抜けるよりも、7割くらいの心地よい力で淡々と楽しみながら続ける方が、結果的に遥か遠くまで行くことができますよ。周りのスピードに合わせて無理にダッシュしなくても、少し肩の力を抜いて小走りするだけで、僕たちの人生はちゃんと前に進んでいきます。誰かと競い合うレースからはそっと降りて、ぜひあなただけの心地よいペースで、これからもゆるく身軽に生き延びていきましょう。それではまた次回の放送でお会いしましょう。フォロー、コメントいただけると嬉しいです。また、スレッズやノートなど各種 SNS も更新しているので、概要欄も覗いてみてください。ミニマリスト田中でした。バイバイ。